しじゃ、不気味度を魅力じゃ。この動画では、最近わしがメインで使用しているマルチレトロゲームコンソール、ポリメガに関するいろいろな疑問について答えていくのじゃよ。なお、本動画はポリメガのファームウェアがバージョン 1.131 時点での機能紹介となるので、そのつもりで視聴いただきたい。もちろん公式な回答ではないが、実際に所持して使用した上での回答なので、それなりに合っているとは思うのじゃ。ポリメガって何？という質問は別に説明動画を用意しているので、そちらを見ていただきたい。一番確実かつおすすめなのは公式サイトじゃ。ちゃんと日本語化もされているし、金額ももちろん定価で、公式にユーザーとしても登録される。実は今後リリースが予定されているアプリ版ポリメガであるポリメガアートは、リリース前のベータテストが予定されているが、ベータテストの対象者は公式サイトから購入したユーザーとなっている。このように公式サイトから購入するメリットというのは大きいと思うのじゃ。ただ難点としては、海外からの発送なので納期も最低 1,2 週間はかかるし、さらに送料や関税がかかって金額的には高くなる。あとは何かあった場合のサポートも英語でやり取りしなければならず、サポートの品質も高いとは言えないので、苦労を覚悟する必要があることじゃな。それから公式サイトで購入した場合は、購入した時点で決済されるのも覚えておいた方が良い。なのでわしは公式サイトで購入して翌月にクレジットカードの請求を支払った後、実際に商品が届くまで3年くらい待つことになったのじゃよ。もう一つおすすめなのは、ポリメガの正式代理店であるワールドゲームエクスプレスでの購入じゃ。正式代理店なので金額も良心的だし、何より商品を実際に国内に仕入れてから販売しているので、商品の到着も早くかつ確実じゃ。あとは初期不良時のサポートも日本国内の企業なのでコミュニケーションも取りやすく、対応も素早いことが大きいな。聞いている範囲ではあるが、交換対応も親切かつ丁寧で安心できそうじゃ。公式サイトではないのでベータテストの参加券とかはないが、初期不良が心配な人はワールドゲームエクスプレスでの購入がおすすめじゃ。ワールドゲームエクスプレス以外の通販サイトでの購入は正直言っておすすめしない。むしろやめた方がいいと思うのじゃ。正式代理店ではない以上、やっていることは転売屋と同じなので、初期不良などの保証もない。しかも公式サイトと同じく発送前に決済を切ってくるような場合は詐欺の可能性もあるのじゃよ。同様にヤフオクやメルカリなどの個人売買での購入もわしはおすすめしない。基本的に明らかに転売価格なのがまずムカつくのじゃ。転売するために購入したにしても、購入したのに使わないにしても、レトロゲームへの愛が感じられないのじゃよ。あとは新品未使用とか未開封とかの記載があるが、ポリメガは生産品質にばらつきがあり、初期不良の報告もよく見かける。未使用とか未開封と言われて実際に開けてみたら初期不良だった場合は、もちろんその相手は責任を取ってくれないし、購入元に問い合わせようにも購入した本人ではないので、かなりややこしいことになると思うのじゃよ。開封済みで動作確認済みの方がまだ安心じゃな。金額面でも保証面でもリスクが高すぎるので、本当にやめた方がいいと思うのじゃ。ポリメガの本体はベースユニットじゃ。CD 系のゲーム機のゲームを遊びたいということであれば、ベースユニットだけで十分じゃ。カートリッジ系のゲームを遊びたくなった場合は、
そのゲームに対応した必要なモジュールを後から買い足せばよい。もちろん最初に購入するときにベースユニットプラス必要なモジュールを選んでセットで買うのもありじゃ。デラックスバンドルはベースユニットに EM01 から04の4つのモジュールがセットになったものじゃ。CD 系のゲーム以外にファミコン、スーパーファミコン、メガドライブ、PC エンジンのゲームも遊びたい場合はセットで買った方がお得じゃな。ただし最近発売された任天堂64対応のウルトラモジュールは含まれていないので注意じゃ。デラックスバンドルを買えば対応可能なゲーム機は増えるのじゃが、ポリメガで遊ぶためには実際にゲームソフトを所持している必要があるので、自分が集めているゲーム、遊びたいゲームに合わせて必要なモジュールを考えて購入すると良いのじゃよ。基本的には合法だとわしは思う。ポリメガが対応しているゲーム機についてはいずれも特許権が切れているため、ハードウェアとしての互換機は問題ない。また、ゲーム機の動作をソフト上で再現するエミュレーターそのものは別に違法でも何でもない。しかし、サターンやプレイステーションなどの CD 系ゲーム機は、起動に BIOS というソフトウェアが必要になる。これはゲームソフトと同様にプログラムとしての著作物なので、セガやソニーなどメーカーの許可なく勝手に複製して互換機に載せて販売することができない。そのため、エミュレーターでプレイする場合も、ユーザーが自分でそのゲーム機を所持していて、そこから BIOS を吸い出して使用する必要があった。レトロフリークの CD 版など、CD 系ゲーム機の互換機がなかなか出てこない理由がこれじゃ。ビジネス的にいろいろとハードルが高いのじゃよ。ポリメガは独自で各ゲーム機に対応する BIOS を開発することで、実機の BIOS なしでも問題なくプレイできるようにして、BIOS の著作権問題をクリアしている。あとはゲームソフトをインストールしてプレイすることの是非じゃが、一応実際にそのゲームを所持しているのであれば、私的にデータをバックアップすることは違法ではないという解釈が出ているので、ポリメガもそれに沿って対応している。つまり、そのポリメガでインストールしたゲームしか遊べないように制限がかけられているのじゃ。他で入手したロムデータを直接ポリメガに保存しても認識しないし、自分のポリメガでインストールしたデータを他のポリメガにコピーしたりプレイすることはできないようになっている。また、各エミュレーターの開発者にも許諾を得た上で独自のチューニングを加えたりもしている。このように、基本的には各メーカーの著作権にできるだけ配慮する形で設計されているのじゃ。また、2023年にはゲーム機メーカーであるあたりが資本参加し、今後あたりの互換機とも連携する計画や、ポリメガ用のオンラインショップでレトロゲームを販売することも予定されているなど、ハードメーカーやソフトメーカーの利益にも配慮している。無許可でエミュレーターや BIOS、さらにはゲームソフトのロムデータまで入れて販売している違法な中華系互換機とは、コンセプトからして全く違うのじゃよ。まあ、データベースで各ゲームソフトのパッケージ画像を使っているのは大丈夫なのか、許可を得ているのかといって念はあるのじゃが、使用許諾契約を読むと、フェアユースの観点からのあくまで教育目的の参照データベースなので問題ないという解釈らしい。この辺は解釈の問題なので、何とも言えないのじゃ。とはいえ、日本より厳しい訴訟社会であるアメリカで開発、販売され、しかも発売から3年以上経っているにもかかわらず、任天堂法務部からも訴えられていないということは、それなりに法律的なロジックはしっかり担保されていると思うのじゃよ。これについては、公式サイトにもはっきり明言されているのじゃ。
PS2、PS3、ゲームキューブ、Wii などの第6世代ゲーム機には対応しない。この辺りのゲームを動かすのは現実的にポリメガの性能面でも厳しいと思うのじゃ。しかしドリームキャストや 3DO、ゲームボーイアドバンスまでのゲームボーイなどには対応する可能性がありそうじゃ。まあ CD 系のゲーム機はレースユニットのアップデートのみでも対応できると思われる。新たなモジュールとしてはまさに最近ウルトラモジュールが追加されて64が対応したわけじゃが、今後も追加されることを期待したいところじゃな。ただ当然のことながらソフトの販売本数やハードの普及台数が多いものが優先されるとは思うのじゃ。ゲームボーイからゲームボーイアドバンスあたりに対応したモジュールとかはありそうじゃな。これは正直なところ本体の個体差によるとしか言えないのじゃ。どこで生産しているのかわからないが、あまり安定した生産品質ではないようで、傷がついてしまうドライブもあるようじゃ。わしの購入した本体では運が良かったのか、そういう問題は発生していない。対策としては貴重なゲームの場合は PC などにバックアップを取った上で CDR に焼き直して CDR を使ってインストールすることじゃな。これなら本物の CD に傷がつくことは避けられるのじゃ。ただ CD 媒体は単純に経年劣化でそのうち読み込めなくなる可能性が高いので、どちらにしても PC でバックアップを取っておくことはやっておいた方が良いかもしれないな。結論から先に言うと、ものにもよるが基本的には遊べないと思った方が良い。まずポリメガの基本的な考え方として、データベースにあるものしかインストールができず、そのデータベースはオフィシャルに販売されたゲームソフトが対象となっている。ハッカーなどの非公式に販売されたものや、最近になって発売された互換機用のものは基本的に対象外なのじゃ。なので非公式のゲームは対応させる予定が全くないと思った方が良い。わしが知っている範囲じゃが、メガドライブのダライアス、マッドストーカーはプレイできたのじゃ。ハッカーについてはヒューカード用のものは動くゲームもあるようじゃが、独自の BIOS を仕込んだシステムカードを必要とする CD-ROM 系はダメらしい。まあこれは仕方ないところじゃな。バージョン 1.118 のアップデートで拡張インストール機能が追加され、データベースにないゲームでも一応インストールができるようになったので、一部だけでもインストール&プレイができるようになったのはありがたいな。ダメじゃ。使用許諾契約にもある通り、インストール後もゲームは所持している必要がある。ポリメガにインストールしているのはあくまで所持しているゲームのバックアップであるということじゃ。ゲームを手放した場合は速やかにポリメガ内のデータを削除しなければならないのじゃ。もちろんゲームデータをインストールしたままの状態のポリメガ本体やストレージを追ったり譲渡することも NG じゃ。もしこれらに違反した場合は著作権法違反になるので手放さないようにな。あとインストールした後に本体のアップデートで起動に CD が必要になったり起動しなくなるような不具合が発生している。公式に問い合わせると次のアップデートで修正するからもう一度インストールし直せば大丈夫だよとかしれっと言ってくるので、いろいろな意味で手放さない方が良いと思うのじゃよ。だからダメじゃ。インストールして良いのは自分が所持しているゲームのみじゃ。人から借りたゲームをインストールして返せばよい
というのは利用規約違反及び著作権違反になる。バレなければいいと思うかもしれないが、ゲーム好きというのならゲームを作った人たちの権利への配慮は忘れないようにしたいものじゃな。所持しているゲームのデータという意味では著作権的には問題はない。ただしポリメガではポリメガのドライブまたはモジュールを介して認識したロムデータしかインストールやプレイができないようになっている。これは本体のスロットで認識したデータだけでなく、外部からのロムも認識するレトロフリークと違うところじゃな。エバードライブにも対応していないので、インストールするには少なくともカートリッジについては現物が必要になる。CD 系ゲームについては CDR に焼いたものでも認識するのじゃが、まあCDR に焼くためには基本的にまず現物が必要ということでご理解いただきたい。あと、カートリッジ系のロムデータについてもパッチデータとして当てることでプレイできないわけではないのじゃが、データベースに登録はされないのであくまで参考程度じゃな。これはわしも同感じゃな。SSD などのストレージの寿命も永久ではないし、また3000本とかをインストールし直す作業はきついので、バックアップしたい気持ちはよくわかるのじゃよ。しかし、現状ではバックアップの機能はない。あるのは、バルク転送といって、ポリメガに接続したストレージ A からストレージ B にゲームデータを移動する機能じゃ。一応、これでデータの引っ越し自体は可能じゃ。ただ、これはバックアップではないんじゃよね。今後展開予定のポリメガアップではゲームデータをクラウドにバックアップすることもできるらしいので、期待するのじゃよ。それまでの対応としては、若干裏技的なやり方がある。ストレージをフォーマットする際に、ポリメガ本体でフォーマットするのではなく、Windows パソコンで NTFS 形式でのフォーマットをすることじゃ。これにより、Windows 上で中身が見られるようになる。見られるようになるということは、コピーして保存もできるわけじゃな。どこか別のストレージに丸ごとコピーして保存しておけば、バックアップすることができるのじゃ。もちろん、そのデータを別のストレージにコピーして、ポリメガに接続すれば、インストール済みのデータとして認識して、プレイも可能じゃ。ただし、あくまでインストールしたポリメガでないと認識しない。ポリメガ本体が壊れた場合のバックアップにはならないのじゃよ。というわけで、今回はここまでじゃ。今回は割と基本的というか概要の話ばかりだったが、次回はもう少し細かいネタにも触れていくのじゃ。聞いてみたいことや気になることがあれば、コメント欄に記載してくれ。今後の動画の参考にさせていただくのじゃよ。では、次回もよろしくな。